どうも KT です。老舗の名店から B 級グルメまで何でも食べまくる KT イーツが、今回は人生に一度は訪れたい浅草最高の名店10選をご紹介します。東京屈指のグルメエリア浅草で爆食しないなんてもったいない。ぜひ浅草の名物を心ゆくまでご堪能ください。まず最初のお店は雷門通り沿い。地元の常連さんや数々の著名人たちに愛されてきたこの浅草で最も歴史のあるそばの名店です。尾張屋さんの創業は江戸末期。文豪永井家風が足しげく通ったお店としても有名で、毎日同じ時間同じ席に座ってお蕎麦を召し上がっていたそうです。まずは卵焼きが来ました。お蕎麦屋さんの卵焼きって美味しいですよね。ほんのり甘くしっとり滑らかな食感と出汁の風味がたまりません。続いて尾張屋さんといえばこちら、尾張屋名物天ぷらそば。丼からはみ出す巨大な車エビの天ぷらが大迫力。江戸前天ぷらの香ばしいごま油の香りがします。濃厚な醤油で甘さは控えめ、カツオの出汁が効いていて美味しいですね。美味しい。そばは2八、細めですがしっかりコシもあって最高に美味しいです。いよいよこの大エビをいただきます。これはすごい食べ応えですよね。車エビの旨味風味を感じます。カラッとした衣までたまらない美味しさ。盛りそばが来ました。そばは細くしなやか、コシがあって喉越し最高。つゆは濃厚ですが辛すぎず、本枯節の出汁が効いています。うまい。新緑の季節にぴったりの目にも鮮やかな季節の変わりそば。今の時期は茶そば。美しい緑と爽やかなお茶の香りがいいですね。最後のお楽しみ、そば湯をいただきます。浅草には今も昭和を感じさせる名店が数多く存在します。次のお店があるのは昭和30年から続く日本最古の地下街です。ここから地下に降りると時が止まったみたいなノスタルジックで唯一無二の世界が広がります。昭和世代はやっぱりこの感じが懐かしいですよね。映画のロケ地になったことでも有名で、地元の常連さんや観光客でいつもにぎわっています。創業は昭和40年頃。この地下街で一番歴史のあるお店です。メニューは壁に貼られています。おつまみもいろいろありますが、なんといっても福ちゃんは焼きそばが人気です。ドリンクのメニューはこちら。ホッピーやチューハイなどアルコールの種類が豊富。こちらではほとんどの方がお昼から一杯やっています。来ました。こちらが福ちゃんの焼きそば。目玉焼きのトッピングをお願いしました。黄身は半熟とろとろ。卓上の青のりをたっぷりかけていただきます。麺がうまい。福ちゃんの麺は独特で、麺の加水率が低くコシがあってなんとも癖になる食感。鉄板でじっくり焼かれた麺がカリッと香ばしくてたまらない美味しさ。こちらも人気のカレーソース焼きそば。ソース焼きそばの上からじっくり煮込んで具材も全部溶け込んだカレーがたっぷりとかかっています。カレーは昔懐かしい食堂系のカレー。このためにライスも頼んでいました。ソースとカレーの濃厚な焼きそばでご飯が進みます。
小鉢にたっぷりのもつと大根、人参、こんにゃく、ネギがかかっています。優しい味付け、じっくり煮込まれた具材はホロホロ。もつが柔らかいです。結局最後はこうなります。卓上の七味も少しいただきました。天丼の発祥は諸説ありますが、ここは浅草という説もある通り、浅草には天丼の名店がたくさんあります。天丼の本場と言っても過言ではないほど名店がひしめき合っています。許されるなら全部紹介したいぐらいですが、今回は家族や大切な人が東京に来たら連れて行きたい特別なお店を2店ご紹介します。次のお店の創業は昭和22年。老舗が軒を連ねる浅草ではまだ若いお店ですが、東京で天丼といえば必ず名前が挙がる東京屈指の江戸前天丼。江戸っ子から絶大な支持を得る人気店です。メニューは江戸前天丼4種類とお味噌汁。待ち時間に注文を聞かれます。お店の方は皆さんとても親切で、注文に迷ってもおすすめをいろいろと教えてくださいました。創業当時は小料理屋だったこちらのお店は、お客さんの要望で天丼を作っていたそうです。それが今では天丼専門店になってしまうほどの人気。少々お値段は張りますが、毎朝豊洲で仕入れる最上級の素材がいただけます。手前から車エビ、ホタテ、メゴチ、アオリイカ、アナゴ乗っております。頭から尻尾までお召し上がりいただけます。蓋が閉まらないぐらいそびえ立つ天ぷら。このように蓋で目隠しされた状態で提供されます。松葉おろしのメゴチが2枚、ふっくらとした身の甘みと香ばしく揚げられた尻尾の先まで風味が最高ですね。江戸前天ぷらの三大ネタと言われるメゴチですが、案外東京にいても食べられる機会はそうそうありません。タレはシンプルにだしと醤油とみりんだけ。砂糖や余計な調味料は一切加えていないそうで、甘ったるさがなくすっきりとしています。ホタテは素材が透けて見える薄衣。この薄い衣で蒸したような状態になっています。中はしっとり。この厚みは食べ応えがありますね。車エビは頭までついています。新鮮なエビの旨味、風味がやっぱり違いますよね。こちらはお菓子みたいにサクサクで濃厚なエビの風味がたまりません。一番奥でそびえ立っていたアナゴが出てきました。大ぶりで肉厚。アナゴとは思えないほど肉厚なんですよ。これだけ大きなアナゴを丸々1匹いただけるなんて贅沢ですね。アナゴも江戸前天ぷらの三大ネタ。江戸っ子はエビよりアナゴなんですね。衣はサクサク、身はふわふわの極上アナゴ。今日は江戸の味を存分に堪能できました。中は三つ葉とお豆腐ですね。お味噌汁はセットではなく単品。だしと味噌の風味が最高です。こちらは天丼とセットのお漬物。しっかり使っていて、こちらも最高に美味しいです。こちらのね、白身のお魚はアオリイカとメゴチでございます。はい、こちらは季節の天ぷら。旬の野菜と白身のお魚2種の天丼です。魚はメゴチとアオリイカ。この時期の旬の野菜はナスと新潟県産の巨大な舞茸。香りが最高です。他にはシシトウとレンコン。これはこれがすごく美味しい。大きな天ぷらの下から小さな芋のような天ぷらが出てきました。これがホクホクとして最高に美味しかったので、お店の方に聞いてみました。
こういう長芋の小さいの、長芋やっぱりお芋だったんですね。ぬかごというものやっぱりです。ぬかごだ。ありがとうございます。これはね。はい、ありがとうございます。非常にごちそうさまありがとうございます。次のお店も浅草浅草寺のすぐ近く。創業はなんと明治3年。150年以上変わらない江戸の味を守り続ける江戸前天ぷらの名店。賑やかな通りからこちらの石畳を進むと、ここが浅草とは思えないほどの静寂に包まれます。入店しました。店内は落ち着いた雰囲気で広々としています。テーブル席とお座敷や大広間などもあります。創業当時から変わらないこの中庭を囲うように離れがあるので、どのお部屋からもこちらの美しい庭園が見渡せます。本当に静かで水の音しか聞こえません。メニューはテーブルとお座敷の2種類。お座敷の方はコース料理で、テーブル席は天ぷら定食3種類と天丼5種類があります。ランチでテーブル席を予約することはできませんが、結婚式など団体の予約がない限り1時以降なら意外と予約なしでも入れます。東京の三大天ぷらはこちらの中洲、銀座の天金、新橋の橋膳と言われていますが、関東大震災、東京大空襲と2度にわたる困難にも負けず現存するのはこの中洲さんだけ。多くの文豪からも愛され、歴史ある名店でのランチは特別な思い出になりますよね。しかも今日はなんとここ浅草の浅草寺にまつわる天ぷらをいただきます。失礼します。こちらお先に雷神揚げ丼でございます。はい、来週あります。大迫力の巨大なかき揚げ。こちらの作り方は一子相伝。揚げ方すら門外不出とされる中洲名物の天ぷらです。香ばしいごま油の香りが食欲をそそります。すごい。雷神揚げは雷門の雷神様が背負っている太鼓、雷鼓に似ていることからそう名付けられたそうなんですよね。確かにこの迫力は雷鼓のごとく。芝エビと青柳の貝柱のみで作られる雷神揚げ。中までエビと貝柱がこれでもかと入っています。これは贅沢ですね。タレが美味しい。衣は柔らかくて身がぎっしりで食べ応えがものすごい。こちらは天丼とセットのお味噌汁です。三つ葉とお豆腐ですね。上天丼もいただきました。贅沢に穴子からいただきます。穴子はこの大きさ、ふっくら肉厚です。こちらは季節の天ぷら。大ぶりの貝柱が海苔に包まれています。これ劇的なうまさ。海苔がうまいまたですね。エビもこちらの大きな車エビが2本。天つゆを煮詰めたタレに天ぷらをドボンとつけるので、衣は柔らかく中はふわっと軽い食感です。江戸前天ぷらに欠かせない目ごちも身は柔らかく風味が最高です。ありがとうございました。次のお店は東京メトロ浅草駅のすぐ近く。観光客にはあまり知られていないディープなグルメエリア、奥浅草にある名店です。佇まいがすでにかっこいいですよね。昭和22年創業。戦後間もない食糧難の時代、アメリカから配給される小麦粉を使ってパンを焼き始めたのが始まり。当時は進駐軍払い下げの機材で焼いていたパンも今では100種類以上あります。地元の方やパン好きの間で不動の人気を誇る有名店です。
ふわふわでどこか懐かしい優しい甘さ。生地自体が美味しいので、ここは何を食べても美味しい上に安いんですよね。私も毎回買いすぎてしまいます。平日の16時頃でパンはほとんど売り切れ次第終了なので、営業時間にご注意ください。お店の奥に可愛らしいイートインスペースがあるので、こちらでいただいていこうと思います。こちらでは入れたてのコーヒーがいただけます。これが本格的で美味しいんですよ。こちらも値段が安くてびっくりしました。一番人気のこちらがお店で一番人気、サクサクのクロワッサン生地の中にカマンベールチーズがたっぷりと入っています。こちらはもう残りわずかで飛ぶように売れていました。表面がうっすらキャラメリゼされていて、ほんのり甘くカリッとした食感、中はしっとり。うまいね。気持ちいい。甘じょっぱだね。チーズうま。お客さんのほとんどがこちらも買っていました。このもっちりとコシのある生地が最高。軽い食感で油の重さを全く感じません。こちらはシナモンシュガー。アメリカではおなじみの昔ながらの味ですが、このもっちりしっとりふわふわ食感はアメリカにはありません。こちらはパン生地とハムでグラタンを包んで焼いたグラタンパン。うわうまうま。まだほかほか。パン生地と全部とろけて相まってうま。こちらはベルリン名物カリーブルスト。カレー粉とケチャップ、マスタードが効いていて、これはたまりません。おお、バリってる。すごい。うまうま。ソーセージがうまい。これはもう一気にいきます。次のお店は昭和54年創業、老舗の洋食店です。浅草でハンバーグといえばこちらですよね。テレビや雑誌にもたびたび取り上げられ、言わずと知れた常に行列の人気店ですが、開店は恐ろしく早いので待ち時間はそれほどかかりません。これすごいよね。ここまで置いてあるのね。ショーケース。こちらは夜のメニューで、ランチはさらにお得なメニューになっています。メニューは豊富で、ハンバーグだけで8種類、その他にもステーキや洋食メニューがたくさんあって、昔ながらのファミリーレストランといった懐かしい雰囲気が最高なんですよね。ボリュームがあって早い、安い、うまいと評判のモンブランさんは提供速度も速いです。早速サラダが来ました。ディナーのハンバーグは単品なので、ご飯を単品で注文するのもいいですが、こちらのセットが断然お得。こちらはサラダ、スープ、ライス、デザートのセット。お得なセットは他にご飯セットやサラダセットなどがありました。とろっと濃厚なコーンポタージュスープ、優しい味付けでクリーミー。サラダもですが、どのメニューもボリュームがあります。こちらがオーランド、はい、お下げしますね。肉汁が滝のようにあふれ出すモンブランのハンバーグ。中心部分はほんのりまだピンク色。モンブランのハンバーグは分厚くて大迫力。肉汁を閉じ込めるためにこの厚さになったそうです。店名にもなっているアルプス三大名峰モンブランの標高 4800m にちなんで、厚さは 4.8 センチを目指して作られているそうです。一番人気のオランダ風ハンバーグには創業当時から変わらないチーズソースが大量にかかっています。これはチーズが濃厚、ハンバーグはふわふわ。ちなみにご飯普通と大盛りの違いはこのくらい、プラス55円で2倍ぐらいありますよね。こ
こちらは定番デミグラスソースのフランス風ハンバーグ。ハンバーグはすべて国産牛肩ロース 100%、 柔らかくジューシーな上肉感もあるんですよね。あ、でも肉汁すごいね。うわ、うまい。ご飯。人気のエビフライも注文してみました。衣はサクサク、エビも大きくて食べ応え最高です。デザートはゼリーかアイスクリーム。アイスクリームはバニラアイス、生クリームがトッピングされていました。次のお店はなんと創業昭和7年の大老舗。観光客でにぎわう浅草で地元の方々に長年愛され続ける町中華の名店です。平日の1時過ぎでも満席。皆さんお昼からお酒を楽しまれていて最高にいい雰囲気です。平日でも昼夜問わず行列ができる人気店ですので、時間に余裕を持って来店されることをお勧めします。メニューはこちら。町中華定番のメニューに加え、お酒の種類が非常に豊富。東京の下町らしく、ホッピー片手に町中華を食べるならこちらがおすすめです。うわー、うまそう。チャーハンが来ました。大きなチャーシューがゴロゴロと入った贅沢なチャーハン。お米が香ばしくパラパラ、ジューシーなチャーシューがこれでもかと入っています。またこのチャーシューが絶品なんですよ。大ぶりのナルトと卵もたっぷりで食べ応えも最高です。チャーハンにはこちらの中華スープがついています。ラーメンとベースは同じですが少し酸味があって美味しいですね。中華といえば餃子のイメージですが、東京の老舗は餃子よりシューマイのお店が結構あります。創業当時から変わらぬこちらのシューマイにはなぜかわかめが添えてあるんですよね。お肉は粗挽きで玉ねぎも粗みじん。一度蒸してからしっかりと味をなじませ、仕上げにもう一度蒸すというこだわりの二度蒸し。お酢が好きなのでお酢と胡椒でいただきます。ジューシーでお肉と玉ねぎの甘みがたまりません。老舗の製麺所浅草開花楼の皮も滑らかで最高です。4代目の現大将は大のオムライス好き。そこから生まれた大人気のオムチャーハン。卵たっぷり、中はチャーハン同様。具材は大ぶりのチャーシューとナルト、長ネギ。卵はトロトロパラパラ。甘いケチャップでこちらはこってり。卵がトロトロふわふわでやみつきの美味しさ。チャーシューが最高に美味しいのでチャーシュー麺も注文しました。スープはきれいな琥珀色。カツオと昆布、豚足なども使っているそうです。ラーメンの麺も開花楼さんで加水率が若干低めなのがたまりません。コシがあって小麦の香りも最高です。でかい、柔らかい、分厚いよ。チャーシューはこの厚み、しっとり柔らかく美味しいですね。チャーシューうま。
今、うちの主人が4代目なんですけど、ちゃんと知ってる方がこの前のままで、お互いが信用でいいちゃんなんですけど、そのおばあちゃんに登りがすごくするからもうすぐ100年になるんだよなんて言ったんで、もうざっくりでもうすぐ100年っていう。次のお店は昭和23年銀座で開業し、その後浅草店をオープン。かつては3店舗あったそうですが、現在その味を味わえるのはこちらの店舗のみ。看板にはコーヒー専門店とありますが、こちらは食事も大人気。お昼頃には食事系が売り切れてしまうので11時30分に来ましたが、それでも席はほぼ埋まっていました。入店すると食事か喫茶のみかを聞かれます。食事希望の場合は調理に1時間ほどお待ちいただくことになると告げられますが、1時間待つ価値は十分にあります。くれぐれも時間のある時に来店することをお勧めします。お店は昭和の雰囲気の残る喫茶店といった感じに見えますが、普通思い浮かべる喫茶店とこちらは正直次元が違います。注意点がもう一つ。東京の下町風情あふれるお店では江戸弁がバンバン飛び交い、ママさんをはじめお店のお姉様方は大変冗談の通じる方々です。ブラジルさんだけではなく、この辺り全体がこの感じなので、浅草に来たらぜひその雰囲気もお楽しみください。香りが深く濃厚なアイスコーヒー。こちらは昔懐かしいミルクセーキ。甘さ控えめでさらっとしていて後味すっきり、最高に美味しいです。美味しい。ちなみにこの時点で食事のメニューは売り切れ、後の時間帯は喫茶のみの営業になります。チーズ溶けてるうちに食べちゃってください。わかりました。固まっちゃうと美味しくないですよ。そうなんですね。わかりました。正直に言います。ありがとうございます。注文からちょうど1時間後にまずはチーズトーストが来ました。この美味しそうなビジュアルで待ち時間なんてどうでもよくなります。トーストの香ばしい香りが広がります。うわパリッパリだ。このとろけ具合どうでしょうか。チーズがまったりと濃厚でしつこくないんですよね。これはたまりません。うわバターたっぷりです。このキャベツ細かいですよね。繊維を断ち切るように千切りされています。これを手で切っているというから驚きです。カツ柔らかく、この油加減が最高にうまい。注文を受けて初めて肉とパンを切り分けます。パン粉をつけて揚げる。一つ一つの工程に手を抜かず、ここまで丁寧に仕上げる料理はどれも絶品。ここが喫茶店ということを忘れてしまいそうになります。こちらも大人気フライチキン。フライチキン4本とフライドポテト、トースト、ピクルス、レモンが添えられています。少し塩を振っていただきます。うわ柔らか。サクサクふわふわ。衣は史上最高に軽い食感。中はしっとり柔らかく、胸肉だけどジューシーなんですよね。フライチキンの下にはトーストとピクルスがあります。バターたっぷりのトーストでフライチキンサンドにしてしまいましょう。日本一うまいチキンフレサンドが完成しました。こうすると満足感が倍増します。美味しかった。知らない人はさ、そこのパン屋さんっていうか餃子じゃないよ。
初めうちのケンタッキーみたいに骨付きだったんです。ケンタッキーよりうちの方が早いんだからね。そうなんですね。なんかケンタッキーより早い。うちもパンと工場があったんですよ。前はケーキの中から。そうなんですか。築地に100人いたんですよ。非常に交代で早番をそばんで、大資料、吉料もあって、今はそれ習ってくれない。こちらを訪れる方は皆さん気さくでとんでもなく若々しいおかみさんに会うと何か落ち込むようなことがあっても不思議と元気になってしまうんですよね。手間がかかる。私で2代目、息子が3代目。はい、いらっしゃいませ。飲み物だけですけど、どうぞ。次のお店も新仲見世通りにある食べ歩きに最高な老舗の名店ビートたけしさんの浅草キッドにも登場し、日本一美味しいと称されるシューマイはここ関根のシューマイです。創業はなんと大正10年、町中華の激戦区とも言われる浅草で長年愛され続ける浅草の名物。いただきます。看板商品はシューマイですが、こちらの肉まんも大人気。肉汁が染み出て光り輝くあんがなんとも美味しそうですね。肉汁が美味しいです。ほんのり甘いもちもちの皮にあんは粗挽き、驚くほどジューシーで最高に美味しいです。シューマイは普通と特大の2種類、両方10個ずつ買ってきました。普通と特大の違いはこのくらい。シューマイは冷蔵で2日間日持ちします。蒸し器で5分温めると浅草キッドの中で登場する肉の匂いが立ち込めます。豚肉と玉ねぎがぎゅっと詰まったシューマイは噛むと旨味たっぷりの肉汁がじゅわっと溢れ出します。続いて訪れるのは浅草寺のすぐ裏手、観音裏と呼ばれている名店ひしめく恐ろしいグルメエリア。創業は昭和43年、釜飯の名店です。下町風情を感じる佇まいがかっこいいですよね。入店しました。店内も趣があって本当に素敵なんですよ。釜飯の発祥はなんとこの浅草には釜飯の名店がたくさんあります。この辺りでは飲んだ締めで炊きたての釜飯をいただくなんておつな楽しみ方がありますが、むつみさんでは贅沢にお昼から釜飯をいただくことができます。むつみさんはサービス満点でメニューも非常に豊富。平日のランチタイムはコスパも抜群。お好みの釜飯に2種の小鉢とお味噌汁、漬物がセットになります。お酒のメニューも充実しています。お店の方が皆さん気さくでとても親切。苦手な食材の相談にも快く対応してくださるなど、細やかな心遣いと温かいおもてなしに感激しました。まずはお通しのおひたしとカンパチのフライが来ました。カンパチは肉厚、おひたしもたっぷりでボリューム満点です。うまー、カンパチうまー。平日は釜飯にこちらの小鉢がついています。この日の小鉢はきんぴらごぼうともずく酢です。休日でも釜飯にはすべてこちらのお漬物とお味噌汁がついています。釜飯は注文が入ってから1合炊きの釜で丁寧に1人前ずつ炊き上げるため、出来上がりまではおよそ30分。この落ち着いた空間でゆっくり過ごせるんですよ。ですが小鉢やお通しをいただいていると結構あっという間です。はい、で目立ちの方は置いてるので3個とも召し上がります。お待ちかねの釜飯が来ました。こちらは創業当時から変わらない伝統の味、五目釜飯です。五目は鶏肉、エビ、アサリ、タケノコ、しいたけ。蓋を開けた瞬間、お米のいい香りが広がります。あ、すごい。浅草で釜飯最高です。具材の旨味が凝縮、出汁を吸ったお米が最高に美味しいです。うおー、うまー。五目のおこげです。うわこちらは釜飯にプラス500円で一品料理をつけられるお得なセット。今回はお作りと天ぷらを選びました。本日のお作りはアイナメとマグロ、もちろん鮮度抜群、脂が乗ってて美味しいです。はい、カリカリです。
こちらは季節限定ホタルイカの釜飯。旬のホタルイカはツヤツヤ、具材はホタルイカとタケノコ、しいたけ。うわ、ホタルイカたっぷりだ。うわ、ホタルイカうまい。トロトロです。ホタルイカがトロトロです。お米にホタルイカの旨味が全部いってるんで、これすごいです。これが釜飯の真骨頂。具材の旨味を凝縮して余すところなくお米が吸い上げているんですよね。釜の中でこちらは B セットの選べる一品料理。今回はサバの味噌煮をお願いしました。サバはふっくら柔らかく、白味噌の上品な甘みが最高です。こちらも B セット、前菜盛り合わせ。丁寧に作り込まれた人気のメニューをいろいろと少しずついただける、なんとも贅沢な盛り合わせ。こちらは通常のお味噌汁にプラス500円で変更できるイワシのつみれ汁。うわふわうまー。むつみさんはとにかく釜飯の種類が豊富。ウニやカニ、マグロなどの贅沢な食材を使った釜飯もいただけるんですよ。こちらはなんとウニの釜飯。うわー、釜の中で蒸されたウニは旨味凝縮、濃厚でまったりとしたコクがたまりません。うめえ。ウニうめえ。これから軍艦よりって釜抜きだな。この香りは軍艦ではもらえないから。うますぎる。おこげです。1個の釜の中でいろんな楽しみができるっていうね。そう言われますね。コロナ前とかはやっぱり発症っていうのもあってかわからないけど、何らかんだの釜飯屋さんは30分後ぐらいあったみたいな。それでは皆さん、今回の KT イーツ浅草最高の名店10選はいかがだったでしょうか。美味しそうだなと思ってくれた方はぜひ高評価を。銀座ブラジルはマスターも最高だよという地元の方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。